皆さん、こんにちは。藪基礎デッサン講座の藪下です。初級編第17回目の課題は電球です。形、比例、材質感、固有色、立体感、空間、構図などに注意してデッサンを進めます。モチーフを大きく捉えることで立体感や空間を表現し、細部を表現することで材質感やそれらしさを表現します。電球はこれですが、書き出す前に電球の形をしっかり観察します。いろいろな角度から形や縦、横、高さの長さの比率、ガラス球や口金部分の硬質な表面の滑らかさ、特に口金の螺旋状の形やガラス球の中の構造体の形を観察しておきます。モチーフの形や色や構造や手触り、重さなどを理解している方が確実に良いデッサンが描けると思います。モチーフのことをよく知ることが魅力あるデッサンにつながりますから、これはデッサンを始める前の準備運動みたいなものです。画用紙は八つ切りの大きさ38センチ ×27 センチと、鉛筆は三菱ユニの 2H から 3B までの濃さの鉛筆を使いました。動画の再生速度は前半は2倍速で、明暗表現の途中から4倍速にしました。必要に応じて再生速度を調節してください。また制作時間は2時間30分でした。この動画を最後まで見れば制作手順、鉛筆の動かし方、練りゴムの使い方などがわかると思いますから、最後まで見てぜひ参考にしてください。動画を見てなるほどそうするのかと合点がいけば、それだけ皆さんは上達したことになります。それでは電球のデッサンを始めましょう。まず最初に当たりを取ります。光源は左斜め上にあります。画用紙のどこに書くのか、大体の位置と大きさを薄く書きます。鉛筆を軽く持って筆圧を抑えて薄く書いてください。実際のモチーフより小さくならないように少し大きいくらいがいいです。当たりを書くときは大体の大きさと位置を決めるのが目的ですから、測ったりせずに見た目の感覚で書いていきます。鉛筆は HB を使い、芯先と指の間の距離を空けて長く持ち、スピーディーな線を描きます。構図は電球の影のできる側と下側の空間を反対側よりも広く取っています。影もモチーフの一部ですから、全体のバランスを考えて電球の位置を決めます。それでは形を描いていきましょう。まず最初に電球の全長を決めます。電球の中心を通る中心線を描きます。測り棒で傾斜を確かめています。中心線から対象になるようにガラス球の最大幅を決めていきます。このガラス球の最大幅と全長との比率を測り棒で確かめても構いません。最大幅が決まったら円を描く要領で起点から先に丸めて、その後間をつなぎ形を整えます。ガラス球と口金の境目の位置を決め、ガラス球の円柱部分、開口の楕円などを描いていきます。この形の割り付けは目測で描いて構いません。中心線から対象になるように注意して描きます。この部分も直線から曲がり始める位置が上下でずれないように印を書いておきます。口金のネジ部分は螺旋形になっていますからややこしいですが、よく観察して書いています。
デッサンを縦向きにして中心線から左右が対称になっているかを確認しながら形を整えています。影の形も大まかに描いています。中の構造物ステムの形も中心から対称になるように描いています。口金の開口部分も小さな形ですが、横方向の中心線を描いてしっかり楕円を描きます。こういう小さな形は気を抜いて狂いがちですから、小さな形こそしっかり描きます。これで形は完成ですと思ったのですが、口金部分が少し長いような気がしたので、思い切って描き直しています。これで形は完成です。練りゴムを棒状にして指で転がしながら濃くなりすぎた線を薄くしています。最後に羽ぼうきで消しカスを払っておきます。明暗を描いていきます。鉛筆は 2H から 3B を使いました。どこから光が来ているのか光源の位置を確認しておきます。ガラス球はガラスの厚みが薄く、光の屈折による明暗変化もほとんどありませんから、曲面に沿った線を使って映り込みによる明暗を積極的に描いています。また透明でどう描けばよいのか迷うかもしれませんが、ガラスのキラッと光っているところ、ハイライトだけが画用紙の白さになりますから、それ以外は全て鉛筆で描いていきます。分かりにくいかもしれませんが、明暗のつながりや映り込みのつながりを自分の目と感覚を信じて描いてください。円柱の横方向の部分は直線を使います。縦方向は断面形状である曲線を使います。ガラス球の下半分は台紙と電球の影しか写っていません。この映り込みがガラス球の上下の境目になり、前にぐっと出てくる形ですから強めに描いています。中央付近の明暗変化はとても分かりにくいですが、映り込みのつながりや明暗のつながりを感じる方向に曲線を入れています。口金の形は円柱形ですから、ネジ部分の細かな形は無視して、まず横倒しの円柱形を表す大まかな明暗を描きます。口金の開口部分も大まかに暗く描いています。水平方向の線を使って台紙状の影も描き始めます。
中のステムも描いていきますが、基本的に円柱形の形であることを意識して、特に暗く見えている部分に強調的な暗さを入れておきます。ガラス球の曲面に沿ったタッチを意識して映り込みを描いています。とても分かりにくいですが、映り込みや明暗のつながりをどんどん描いていきます。ガラス球の下半分は濃くなりすぎないように、また輪郭線付近の暗さは強くなりすぎないように描いています。ガラス球の透明感を出すために、ガラス越しに見える台紙状の影はとても役に立ちますから、遅れないように描いています。電球の形と対応させながら台紙状の影を描きます。口金の影はとても暗いですし、ガラス球部分の影は濃淡の変化がかなりありますからよく観察します。ガラス球の明暗変化が少ない中で、台紙状にできる影の濃さや明暗変化を積極的に描くことで、ガラスの透明感や材質感の表現に役立てます。水平方向の線を多用して描きますが、それ以外の方向の線も使っています。口金の暗くなっている部分を中心に描いていきます。この部分はややこしいですから、モチーフを手に取って近くでしっかり観察して、形の変化を描くつもりで明暗の変化を描きます。
ネジ部分の山と谷による明暗変化を観察し、境目の暗さを強調的に描いています。口金の下半分は反射光や白い台紙の映り込みがありますから、上半分に比べてかなり明るく見えます。口金の内側はガラス越しの暗さですから、鈍い発色にしておきます。またステムと重なっている部分はネジ部分の変形した形を描くことでステムのガラス質を表現します。ステムはガラスが厚くなっています。明暗の差がはっきりしていますから、色の濃い部分を強調的に描いています。小さな形ですが丁寧に観察します。相対的に台紙上の影が弱くなってきたので、明暗の変化に注意しながら書き起こしています。常に全体が同じ完成度になるように心がけます。またガラス球に戻ってきて、輪郭線付近の比較的色味の濃い部分を濃くなりすぎないように描いています。常に曲面の形を意識して形に沿う線を使います。線状の構造体、リード線、アンカー、フィラメントを描きます。フィラメントの曲がりを探るようにしながら位置を決めています。このぐらい描いたところでハイライトを消しゴムで白くして全体の感じを見ます。台紙状の影を描いています。普通のモチーフよりもガラス質のモチーフの場合、影の果たす役割は重要です。特に電球のようなガラスの薄いモチーフは明暗変化や濃い色味も少ないですから、影とガラス部分を対比させることでガラス球を浮き上がらせます。また影をしっかり描くことでガラス球がとても描きやすくなります。またガラス球に戻ってきました。形に沿う線を使って映り込みや色味の変化を追いかけます。時々2メートルほど離れた場所にデッサンを置いて、デッサンとモチーフを見比べてください。そしてゆっくり確認してからデッサンを再開します。見る、確認する、書くのサイクルです。完成に近づくにつれてこの作業を何度も行います。距離を置いてみることで自分のデッサンを客観的に評価することができます。
練りゴムを使ってぼーっと明るくなっている部分を白くしています。とても微妙な明暗差ですから、画面をさするように優しく練りゴムを使っています。練りゴムで明るくした部分の明暗を整理しながら書き込みを続けます。輪郭線付近を練りゴムで弱めています。輪郭線付近は向こう側に回り込む形ですから強くなりすぎないように、また全体の強弱を常に意識しながらデッサンを進めます。デッサンは細部を書き込むことで全体の明暗の不備が見えてきたり、また全体の明暗を書くことで細部の描写の不足が見えてきたりします。全体から細部へ、細部から全体へと行きつ戻りつしながらデッサンは進みます。また台紙状の影に戻ってきました。電球部分の強さと比べながら台紙状の影を強めていきます。台紙状の影を描くことでガラス球の透明な材質感を描いているとも言えますから、微妙な明暗変化をできるだけ追いかけます。口金の部分を書き込んでいきます。螺旋状の山と谷の形による明暗変化をしっかり観察して書いています。山の少し右側の一番暗い部分の暗さを基準に書いています。山と谷の明暗を書きながらも、円柱形の金属としての全体の明暗にも注意します。口金の下半分は反射光や影が映り込んでいますから、上半分とはまた違った鈍い明暗の変化になっています。再度口金のハイライトを明るくしています。このハイライトと暗い部分の明暗対比で金属の質感を表現します。口金の内側を描いています。全体的にガラス越しの鈍い暗さですが、かすかに螺旋の形も見えますし、前にステムがあることによる螺旋の形の変形も確認しておきます。ガラス球が口金と接するあたりはガラスが湾曲していますから、それによって形も湾曲して見えます。
ステム部分を描いていますが、基本的に円柱形の形ですから、描ける部分は円柱形の形に沿う線を使います。またガラスが分厚いために光の屈折や映り込みによる暗い色味がありますから、その部分は鈍い暗さで少し強調的に暗くしておきます。またガラス球に戻ってきて最後の書き込みです。より細かな映り込みや明暗の変化を書いていきます。輪郭線付近にある暗い色味は H 系の鉛筆を使い発色を抑えて鈍い暗さにしておきます。再度ハイライトを練りゴムで明るくしています。ぼーっと明るくなっている部分を練りゴムを撫でるように使って少し明るくします。この作業でガラス球の透明感と明るさが増しますから、かなり慎重に練りゴムを使っています。台紙状の影も同様に慎重に明るくしています。練りゴムを使った部分の調子を整えながら、常に全体を意識して微調整を続け完成に向かいます。この辺りで完成にしておきます。はい、皆さんいかがでしたか？今回は電球をモチーフにしましたが、最近はこのような電球は使われずに LED 電球が多いんでしょうね。この電球は透明なガラス球部分、ガラス球の中のガラスと金属の構造体、金属製のネジ部分に分かれていて、とても良いモチーフだと思います。この講座ではガラスはガラスコップ、ワイングラスとビー玉に続いて3回目、金属はステンレスボール、お玉に続いて3回目のモチーフになります。少し描きにくいモチーフでしたが、画用紙の白さが残るのはハイライトの部分だけです。他のところは全部鉛筆で描いていきます。色味のついているところやとても暗いところがありますから、そこをしっかり書き込むことでハイライトの部分が光り出します。透明な部分には鉛筆がなかなか入りにくいかもしれませんが、多少黒くなっても構いませんからどんどん書いていきます。皆さんはこの動画を最後までご覧になったので、制作手順、鉛筆の動かし方、練りゴムの使い方などがなんとなく分かってもらえたと思います。デッサン上達の近道は、多少の理屈を理解して目で見てデッサンのやり方を覚えてしまい、自分で実際にデッサンをして理解をしっかりしたものにすることです。今度は皆さんが電球のデッサンをぜひしてください。それでは今回の要点をまとめます。1、電球のような厚みの薄いガラスは形を意識して形に沿う線を使い、映り込みや微妙な明暗の変化を描く。2、台紙状の影の明暗変化を描くことでガラスの質感表現に役立てる。3、口金は横倒しの円柱と考えて
円柱の明暗表現を適用する。4、口金のような細かい形も山と谷の形、螺旋形の傾きをしっかり観察して形を描くつもりで明暗表現をする。5、口金のハイライトと暗い部分の明暗対比で金属の質感を表現する。はい、皆さんお疲れ様でした。電球のデッサンの説明は以上です。次回の基礎デッサン初級編第18回はコンクリートブロックのデッサンをします。チャンネル登録、高評価、コメントもお願いしますね。それでは今日はこれでおしまいにします。また次回の動画でお会いしましょう。皆さん、ごきげんよう。